罠ありますせ。本当に皆さん引っかからないようにしてくださいね。おはようございます。画家の木曽です。今日は3つの初心者が陥りがちな罠ということでお届けしたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。ちょっと今日は熱い話、そして鬱陶しいかもしれませんけどもお付き合いください。初心者の人がよく陥りがちな罠というかミスというかという部分とか、初心者でない方もこういった考え方してやるんじゃないですかっていうことで、今日はちょっと手厳しい動画になりご批判等あるかもしれませんが、本日もちょっと長なるかもしれませんがお付き合いいただければと思います。絵を描いていく上において、私は一応プロとして20何年やってきて、いや30年ぐらいやってるかな。一応なんとなく日本で最高峰の美術系の大学を一応一等賞で卒業、自慢でも何でもなくねして、いろいろ長いこと教える職業に携わってきて、この30年間で大きく変化したなと思うことがいくつかあるんですね。でその中でも例えば私が30年ぐらい前の学生時代っていうのは基本的にはもうやっぱり本物見て描くというのが原則でございました。写真を見て描くということが邪道で、いうような雰囲気やったりとかですね。で、それがこの30年間で大きく様変わりした部分の一つかなというふうに思うんですけども、当たり前のように、画像から描くようになりましたよね。で、私ももちろんその写真などを活用もしながら描いていっていて、そこの部分を否定するわけではないんですけども、その写真というものが皆さんの日常当たり前のようになって、例えばスマートフォンとか簡単に写真撮れるようになったり、で、タブレット上のもので写真というプリントアウトをしなくてももう映像写真とかっていうのが見れるようになってきて、よりなんていうかインスタントな形になっていって、情報の入り方みたいなのもすごく簡易的になったじゃないですか。私の YouTube 見てね、勉強されているという方もいるかもしれませんけど、昔はやっぱ本買ったり大学行ったり美大行ったり、学校の先生予備校に習ったりとかいろいろせなあかんかったけど、だいぶそれが身近になってきたりとか、いろんな情報とかの短さみたいなのがこの30年間ですごく大きく変わった部分やと思うんですよ。でメリットとしてはやはり教育であるとか情報というものがもう皆さんに、例えば田舎にいた時にね、僕の高校時代って今から何十年前、30年ぐらい前かな、ある女の子がダブダブの靴下を履いてたんですよ。この女の子なんかこの靴下のゴムが外れてやんのかなとか思ったんですけど、もう東京ではその当時ルーズソックスが流行っておりました。というようなことで今あんまないでしょ。私たち学生時代ってそんなん結構ザラにあったんですよ。東京行ったら全然ちゃうぞと。でもその情報とかなんとかっていうのが平均化していって、いろんなところにも世界中にどこでも情報が行くようになっていった。で、これの弊害的に起こっているなと思う、まず一つ目の罠でございますけども、写真が正義ということでございます。はい。2回言いましたけども、写真というものを一生懸命写して描きましたということが本当に絵を描くということにおいて正義なんですかということでございます。でも写真はもちろんその今ある状況とかを映し出すことっていうのはもうそれは人間の手とか目とかよりも優れていて、記憶媒体としてはもちろん最高峰のものです。それがもう解像度がもうこの30年間で格段と良くなったっていうことを否定しているわけじゃないんですよ。皆さんね、写真を真実かのごとく写しているんですけど、私たちが生きている空間というのは3次元なんですよ。でも写真というものは2次元。そして絵画というものは3次元の空間を2次元の中にあたかも3次元があるように描いていったというのが絵画の歴史なんですよ。で、今のわかります？写真は2次元ね、私たちが生きているのは3次元。ドラえもんは4次元ポケットでございますから、その写真っていうか絵画っていうのは3次元をあたかも2次元の中に3次元的にあるということを描けないといけないのに、写真をそのまま写しました。どないでっかとかっていうのがやっぱりめちゃくちゃ増えてきた。そこで、陥りがちな罠の一つとしては、あとはもう情報とかをインターネット上にあるものをポイッと取ってパイッと書いて、著作権に引っかかってませんみたいなのとか簡易にやってしまうということも増えてきていると。で、私たちのじゃあちょっと細かい話をしますね。今日はちょっとうざいですよ。なぜ物事っていうのが3次元に3次元のもの立体に見えるかっていうのは
脳の仕組みなんですよ。私脳科学者でも脳なんちゃらでもないので細かく言えないし、間違ってたらごめんなさいね。そんなんね、あれ申し訳ないですけど、人間には2つの目あります。よくカメラで一眼レフって言いますけど、私たち二眼ですよね、多分ね。二眼ですよね。で、左右に、目があって、そして若干こちらとこちらでずれているじゃないですか。ずれている。見え方ずれている。よくこう、例えば、二つのものをこうやってこの人、うーっとしていくと、真ん中でくっついてきて、立体的に見えたみたいなのとか経験したことありません？この辺にこうしゃーしゃぶー、立体に見えたみたいな。ね、であると思うんですよ。平らなものが。っていうふうに実は脳みそでこう、情報をもう一回こう咀嚼し直してこっち側の目とこっち側の目からあれした情報、これをね、両眼視差というふうに言うんだそうですよ。脳は2つの像を統合して奥行き立体感を感じることができます。これは特に、近くの物体を見るときに有効ですということ。近くの物体を見るときにはこれ特に有効ということ。もちろんね、全奥こう片目やとこのカメラの距離とかちょっと分かりにくかったりするけど、両目やったらここやなっていう頭でこうもう一回この中ですごいコンピューターでございますよね。両眼視差という。でこのことをじゃあ絵画に直していくってなってくると、絵画は紙とかキャンバスとか平面でしょ。だから平面絵画の中にあたかも立体に直すということとか奥行きを感じさせるというようなところには何かの方法というのが介在するわけですよ。それが遠近法とかっていう方法です。遠近法っていうのもいろんな方法があります。もう遠近法の動画も上げてます。一般的に皆さん知ってるのは透視図法。手前を大きく奥小さく、手前を大きく奥小さくみたいなとかね。重なっていると普通に人間ってこっち前やなとかこっち後ろやな、皆さんにとってはねっていう風に重なっていなかったりするとね、僕の肘の位置をこう動画から隠せばどっちが前か分かりにくかったりしませんね。肘を隠せばどっちがね、分かります？何言ってるか。重なったら分かるじゃないですか、こっちが前とかいうようないろんな方法を持って方法論を持って平面の中に立体に描いていかないといけないのに、写真をそのまま写したから俺正義やんっていう人結構いるんじゃないですか。絵画に直す時にはそこで方法論とかっていうことをうまく活かしていく。これはどちらかというとうまい絵を描いていくための方法なんですね。うまい絵って。うまいとされる絵をね。写真をただ写せたということがうまいということでは実はないんですよ。それはただうまく写せました。ちょっと話脱線していいかな、しようかな。昔こう明治期等の日本美術教育っていうのは、昔はお手本を写すという教育やったんですよ。これって違わなくねっていうふうに考えていったのが自由美術教育運動、山本かなえさんっていう人が提唱していった教育運動があるんですけども、これはまた別途動画撮った方がいいかもしれないですね。今はその自由というものを履き違えてちょっとこうあまりにも自由ということを美術教育の根本たる部分っていうのが何かということが忘れられがちになっているような気がするんですけど、ちょっとそこは脱線してしまうので少しこうまた戻しますけども、うまいとされるというのはそういった方法論、アカデミズムの方法論を理解していっている絵をうまいというふうに一般的には言います。あとはですね、人間が立体的に捉えるという上においてはやっぱり陰影とか光ですね、物に光が当たったり物の凹凸とかを認識することによって立体っていうのを認識するわけじゃないですか。わかります？真っ暗闇の中で皆さん物認識できないでしょ。立体とか認識できないでしょ。っていうような陰影とかを活用して、なお例えばそこのところで、方法論としては立体感を出すために例えば反射光とか稜線とかと呼ばれるものを活かして描くのが立体感を描く方法なんですよ。でそういったものとかを遠近法とか重なりとか、あとはですね、運動視差っていうのがあるそうですね。自分が動いているとき、近くにある物体は、早くプシュンと動くでしょ。でもこのプシュンは向こうの方で飛行機飛んでてもゆっくり動いているように見えますよね。というのを利用して脳は距離感を判断する。向こうに動いている。これは絵画とはちょっと違いますけども、脳のメカニズムの話なんですけども、っていうので手前はピョン、後ろの向こうの方でゆっくり動いて見えるというのを脳が認知して、あれは遠くにあるんやとか近くにあるんやということを認識したりということがあったり等々ですね。
ちなみにこれはチャット GPT に、聞いてみました。どうやって人間って立体を認識するのということで、これ誰でも得れる情報なんですよ。っていうのを、わかりやすく解説してくれる現代やなと思います。だから、安易な情報、簡易な情報とかにだけ言ってしまって、絵を描き続けていってしまったりすると、表面的にうまいように感じられるような絵を描けるかもしれないけど、絵画と呼ばれるものとはちょっとかけ離れていくことがあったり、それが本当に必要かどうかという、後でちょっとだけまたうまい絵と下手な、うまい絵といい絵の違いを少しまたチャット GPT に聞いてますので、後で少しお話していこうと思いますけども、ということで、写真が正義ではない。やはり絵画に直すときには何かしらの何か方法論みたいな。ただそれの方法論であるとか何であるとかっていうことをやっていっても、ただうまい絵だけしかならないんですが、そういうことがありますよと、写真に引っ張られすぎてやせませんかっていう言葉がございます。初心者の方が陥りやすい3つの罠。もう一つ。バックという言葉の魔法と言いましょうか。バックという言葉。これ多いなと思うんですね。背景とかバックとかって言って何もせんというか、あまりほったらかしにしてるとか、ベタ塗りピャッとしてるだけの絵があるんですよ。これが結構多いなと。初心者の人は後ろどないしていいかわからんから塗っとこうみたいな感じ。ちょっと多いんじゃないかなというふうに思います。やはり絵っていうのはもうね、四角である。丸いキャンバスもいろいろあるんですけど、原則としては四角というものですね。タブローと呼ばれるものは四角。で、それの画面というものの四隅までやはり要素として、例えば、どう言ったらいいんかな。一つの映画を見るにしても、例えばこの場面のこのモデルさんのこういう表情があるとか、こういう顔をして、こういうアングルで撮るとか、これの背景、色の調子どうするとか。ね、それが2時間ぐらい全てにおいて綿密に計算されて、そして何をこの映画で伝えたかったかということが、見る側、視聴者に伝わってくればいいわけですよね。だからどこで撮影しました撮影地とか、そこの天気とか、もう全部大事になってくるわけですよ。でも絵画の場合って、モチーフだけ書いてあって、背景なんかは知りませんで済むわけじゃないんですよ。映画の場合っていうのはそういう背景の担当、衣装の担当、監督さん、いろんなものをいろんな人がやって作るんですけど、絵画の場合は多くは、例えば村上隆さんとかやったらいろんなスタッフがこれの担当この担当とかおられるわけですけども、多くの人は一人で描いてますけども、一人でちゃんと背景美術、手前のモチーフ、そしてこの絵に何を伝えたいかというコンセプトを詰めないといけないということなんですよ。難しいでしょ。だからバックという言葉によってなんか逃げ道ではないですけど、見ているとポワーっとしているような感じの人多くないですか？せめてそこにできるシルエット、例えばもう背景何も描かないにしても、このシルエットどんな形になってるかなと自分の中で一度見てあげられないと。見てこの形おもろいな、かっこええな、ええ感じやなとかっていうふうに見るぐらいの意識は最低限欲しいかなというふうに思います。バックという言葉の魔法は本当にあるかなというふうに思いますので、ぜひぜひ気をつけてほしいなと思います。透明水彩の場合って、この言葉をちょっと続けて最近言おうと思っているのが、塗り残すという言葉で、残すということが、バックとか書かないでいいところみたいな解釈をしているような人も若干目おられるのかなっていうふうに思うんですけど、僕からすると塗り残しているところイコール紙の白さ、透明水彩の場合ね、紙の白さなわけですよ。っていうことは紙の白さ、白い形という認識で書いている人とそうじゃない人が圧倒的に認識をしないで書いている人が僕は多いことに最近よく気づきます。だから白い塗り残すということもどれだけの緊張感を持って他のモチーフをその映画やったらこうの舞台のためにこれはちょっとこういう見せ方をしてあげるためにこうしてあげるんだ、アニメとかでもそうですけど全てにおいてそうなんですけどという意識を持つということが初心者の人には大きく欠落している。厳しいね。っていうかそのあたりを意識してあげるというだけで全然違ってくるんじゃないかなというふうに思います。
そして、最後ですね、3つ目としては、やっぱりうまい絵というのが正義やと思っている人が結構多いですねっていうことですね。うまい絵。まあこれもチャット GPT に聞いてみました。うまい絵といい絵の違い。それでうまい絵といい絵っていうのの違いなんですけども、ざっくり言うと、技術 vs 表現力ってチャット GPT 明確に言ってくれました。うまい絵はざっくり言うと技術的な部分ですね。プロポーションとか遠近法、色使い、基本的な描画スキルがしっかりしている絵のこと。観察力や技術的な精密さが求められ、誰もが見ても綺麗、リアルと感じる絵が多いと。具体的な技術やルールに基づいて描かれているため、一般的にうまいと評価されやすい。一方、いい絵、技術的な完成度に加え、ということはうまい絵でもなきゃいかんっていうのかな。感情やメッセージ、独自の視点が強く感じられる絵です。たとえ技術が完全でなくとも、だからここ大事なんですよ。全部知らなくても自分の思いが方法論とかね、遠近法とか小木曽がうるさいこと言うとるぞと。でもそんなことを凌駕するぐらいのその絵が人の心に響き、強い印象を残す場合、いい絵とされますと。個性や思想、感情が視覚的に伝わることが重要で、技術的な欠点があっても、それが逆に味わい深さや魅力を引き出すこともあると。僕はこれを言うとるわけですよ。もちろん皆さんは知りたいでしょうから、方法論とか技術の話は僕はするんですよ。でもやっぱり家描いてほしいんですよ、本当は。ね。で、基準の違いです。うまい絵っていうのは基準は比較的明確。うまい絵っていうのは、ね、アカデミックな美術教育やデッサンのルールに従っているかどうか、プロポーション、陰影、遠近感など適切であるかどうか、技術的な視点から評価されます。このため、うまい絵は誰もが共通の基準で評価しやすい傾向にあります。これは、例えば、デッサンと呼ばれる入試の場合は、もうほとんどうまいかどうかっていうことが基準点で評価されています。僕の知り得る限り、多摩美術大学の版画家だけはうまいと、今は知らないですけど、僕が予備校の先生してた時は、うまいプラスアルファ、いい絵っていう部分も結構高いデッサンではね、評価基準に入っていたような気がします。一方、いい絵、評価基準がより主観的です。見る人の感性や文化、時代背景によって評価が変わることが多い。個々の人の感じ方や経験に依存します。そのため、いい絵は技術に加えて何を伝えたいのか、おじさんいつも言うとるでしょ。どのような感情を喚起するのかという表現力が重要となりますということで、ね、もうこの感情を見る人にちゃんと伝わるかっておじさんよく言うてますけども、そういうことがいい絵なんです。うまいが正義じゃなくて、やっぱりいい絵の方が絶対上なんですよ。それにうまい技術というのがあってもいいんですけど、っていうことがあります。例えとしての違い、写実的なポートレートや風景画など技術的に高いレベルなものが挙げられますと。写実的主義のアプローチで実際のものを忠実に再現する絵が典型的ですということで、これはうまい絵ですね。いい絵、例えば技術的には簡素でも強い感情や強いメッセージ、深いメッセージを持つ抽象画や表現主義的な作品、パブロ・ピカソのゲルニカなど、技術の側面ではなく先生の強烈なメッセージ性と感情的な衝撃でいい絵として評価されますと。だから、学校の先生方はもちろんこういうの知ってるんですけども、子供たちなりなんなりが学校であの子の絵がなんで評価されてんのかなと、先生によっては評価を間違う、私も間違う人間ですからありますけども、評価を間違うこともあるんですけど、いろんな見方をしていっていいか悪いかという自分の評価基準、うまいという、このうまい絵のジャンルやけどなんか響かんなとか、これうまいけどなんか響いてくるなとか、これ下手やけどなんかいいやなとかっていうふうに自分の中で判断基準を持てるようになってくると、絵を見る部分というのが非常に面白くなってくるんではないかなと思ったりとかします。落ちりがちなんですよ。うまく描かないとと思ってしまう初心者の人すっごい多いんですけど、それよりも何かいい絵を描こうとすることを先んじてやりながら後で技術がついてくるぐらいの方が気も楽ですしね、こんな絵描きたかったとかっていうふうなことを思いながらやられたりとかですね。そして写真は正義じゃないぞというところ難しかったですか？わかりますか？っていうことを少ししっかり認識するということと、バックという言葉の魔法です。バック書きましたとかね、言いますけど、おい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 と、そこのところもうちょっと考え直してほしいなというふうに思ったりとかします。
最後にこの動画を撮ろうと思った一つのきっかけとしてあるコメントがあって、ちょこちょこ1年に2、3回来るんですけど、僕はそれに対してもうちょっと明確な言葉として、言えやんといかんかなと僕も思うんですけど、子供の頃の絵が一番ええっていう人いるんですよ。確かにそうですよ。自由で伸び伸びして楽しそうでね。もうシンプルで、あれで。でも、やっぱりある程度知識がついてきたりとかしたり、理性がついてきたりとかすると、これじゃあかんのちゃうかなとかって思ってきたりとかすると。で、その時の良さみたいなのが失われていくのは、これは現実としてありますと。で、その美術教育の中で僕はちょっとずっと違和感を持ちながら、やっぱり技術とそういう自由度みたいなのとか表現っていうのが、表現の方、3ぐらいは技術があっていいかなと思い続けてきた人なんですよ。でも教育の中で、自由美術教育運動を先ほどちょろっと話したんですけど、っていうのの自由だけをピックアップしてしまって、美術で自由やみたいな感じになって、もちろんそれはそれでいいんですよ。でも評価基準っていうのが難しいじゃないですか。例えばある親御さんは、うちの子の美術の内申点めっちゃ低いとか言ってて、で、それで子供もガクッと落ち込んでしもたりとかすると、ね、僕の絵はあんまり評価されない。でも、すごい一番頑張ってやったのに、一番楽しかったのに、なんで頑張ったのに評価されないのとか、評価基準っていうのはすごく曖昧なジャンルではあると思うんです。だからなんとなく3割ぐらいは技術の部分と、7割ぐらいは表現と呼ばれる部分。これを自由というふうに捉えてしまって、技術をブンと分断してしまうようなところがあるような気がしてるんですね。で、やっぱ戦前の教育というのは、もう、今でいう本当に写真を写すじゃないけども、もうそれやったんですよ。お手本の絵があってそれを写すと。で、それをちょっと考え方変えましょうやっていうのが実は自由美術教育運動の始めなんですよ。でも今はこの自由という言葉だけが分離合ってます美術教育の先生。昔大学の時代にこんな教わった記憶があったんで今喋ってるんですけど。この自由だけを引っ張ってしまっているところはないのかな。もちろんそのいい絵の中に技術なんか全く足らんでもいい絵はもちろんあるけど、技術を知った上で頑張って家を描こうとする努力をしていることも認めつつも、両輪でいろんなものを認めてあって、要は一番今言われている多様性、美術で多様性っていうよく言いますけども、そこが認められるような空間社会になっていくのが一番理想的なのかなというふうに思っております。私の場合は勝手に公募展などって自分で勝手におじさんが審査して勝手に公募展を開いていますけど、実は皆さんの中に審査基準があって、そしてそれが具体化されて言葉になっていった時にいろんな価値観というのが抽出されてくるわけじゃないですか。っていうのが僕は理想的なことなのかなっていうふうにいつも思っております。ということで、最後はよくわからないような話になったかもしれませんが、初心者の人が陥りがちな3つの落とし穴、罠についてお話ししました。本日もご視聴ありがとうございました。面白かったという方はぜひグッドボタン、チャンネル登録してない方はぜひよろしくお願いします。皆さんの感想、コメントいただければと思います。では。チャンネル登録チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあお願いします。